自分自身になる以内に人生で達成すべきことはない。オスカー・ワイルド。 INFJ の皆さん、自分らしい人生を送りたいと願いながらも、具体的にどう行動すればいいのか迷っていませんか？今日はあなたが積極的に幸福を創造し、本当に意味のある人生を築いていくための3つの魔法の言葉をお届けします。この動画で INFJ としてのあなたの特別な才能をどう生かし、自分らしい人生を作り上げていけばいいのかが理解できます。お疲れ様です。会社員ひなたの16タイプ分析へようこそ。このチャンネルでは INFJ の皆さんが抱える独特の個性や深い内面について心理学と哲学の視点から解説しています。今回は後編となっていますが、前編をご覧になっていない方も全く問題ありません。この動画だけで人生を創造するための大切な知恵を十分に受け取っていただけます。以前公開した動画と合わせるとより深く理解できますが、今日の内容だけでもあなたの人生に大きな変化をもたらすはずです。私も INFJ として自分らしく生きたいという強い願いを持ちながらも、具体的にどう行動すればいいのか長い間迷ってきました。今日はそんな皆さんと一緒に創造的で充実した人生の道筋を見つけていきましょう。INFJ の皆さん、こんな思いを抱いたことはありませんか？自分には何か特別な使命があるような気がするけれど、それが何なのかわからない。理想の人生は頭の中で描けるのに、現実をどう変えていけばいいのか迷ってしまう。周りの人たちのように明確な目標に向かって突き進むことができない。そんな自分を優柔不断、行動力がないと責めてしまったことはありませんか？でも実はその感覚こそが INFJ の最大の強みなんです。あなたが感じている何か特別なものへの憧れは、人類の歴史を変えてきた偉大な人物たちと同じ感性なんです。今日ご紹介する3つの言葉は、ユング、ゲテ、そしてニーチェという時代を超えて愛され続ける思想家、創造者たちが残した人生を積極的に創造するための知恵です。ひなたさん、僕もなんだか人生を変えたいって気持ちはあるのだけど、どうすればいいかわからなくて迷ってるのだ。僕にもできるのだ。もちろんです、ズンドも。その人生を変えたいという気持ちこそは創造的な人生への第一歩なんです。では早速1つ目の言葉から見ていきましょう。1つ目の創造の言葉です。自分自身を深く知る者は真の自由を得る。この言葉は深層心理学の父として知られ、カール・グスタフ・ユングの思想に通じるものです。彼は自己理解の深さが個人の成長と真の自己実現に不可欠であることを多くの研究と臨床経験を通じて示しました。 INFJ の皆さん、この言葉を聞いて心の奥で何かがそうだと叫んでいませんか？ INFJ は内向的長官 NI という認知機能を主軸に持つため、常に物事の本質やパターンを探求しようとします。そしてその探求心は自分自身の内面にも向けられます。私とは何者なのか、何を本当に求めているのか、何が心から大切なのかという問いを人一倍深く探求しようとする傾向があります。私も実際に体験しました。会社員として働く中で、これで本当にいいのかなという漠然とした不安を常に抱えていました。周りの期待に応えようと頑張るけれど、どこか満たされない。そんな時、ユングの個性化の概念に出会い、もっと深く自分を知る必要があると気づいたんです。僕も自分が何をしたいのか時々わからなくなるのだ。周りの意見に流されちゃうこともあるのだ。そうなんです、ズンダも。でもそれはあなたの繊細で他者の影響を受けやすい外交的感情 FE を持っている証拠でもあります。だからこそ意識的に自分自身を深く知ることが INFJ の皆さんにとっての自由へのパスポートなんです。自己理解を深めることで自分の強みや弱み、価値観、そして本当にやりたいことが明確になります。そうすると他人の評価や世間の常識にとらわれず、自分にとって最適な選択ができるようになるんです。これこそがユングが個性化プロセスで説いた真の自由なんです。では具体的にどうすれば自分自身を深く知ることができるでしょうか？今日から始められる効果的な方法があります。それは内省ジャーナリングです。毎日数分でも構いません。以下の問いについて心に浮かんだことを自由に書き出してみてください。今日心が動いた瞬間はどんな時でしたか？どんな時に自分らしいと感じましたか？どんなことに違和感を覚えましたか？自分の価値観が最も現れた行動は何でしたか？書き出すことで自分の思考や感情のパターンを客観的に見つめることができます。また INFJ の認知機能 NIFETISE について深く学び、自分の思考プロセスを理解することも非常に有効です。私の場合、ジャーナリングを始めてから自分が人の本質を見抜くことと深い洞察を共有することに最も喜びを感じるのだと明確に分かりました。それが今の YouTube 活動にもつながっています。一つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。自分を知る旅こそがあなただけの人生を創造する始まり。でも本当の自分を見つけた後にはもっと重要なステップがあります。それが2つ目の言葉に込められているんです。
2つ目の想像の言葉です。人生は短すぎて小さな夢を見ている暇はない。この言葉を残したのはドイツの文豪ヨハン・ボルフガング・フォン・ケーテです。ファーストで知られる彼が82歳まで創作活動を続けながら到達した人生に対する壮大な視点を表しています。心の奥底で何か大きなことを成し遂げたいという憧れを感じたことはありませんか？でも同時に、でも自分には無理かもしれない、現実的じゃないと、その夢を追索してしまったことは、私も本当によくわかります。学生時代からいつか多くの人の心を救う仕事がしたいという壮大な夢がありました。でも社会人になってからまずは安定した生活を副業から小さく始めようとどんどん夢を縮小していったんです。でもケーテの言葉に出会ってカットしました。私は夢を現実的にしようとして実は夢の本質を失っていたんです。でも日向さん、大きな夢って失敗した時のことを考えると怖いのだ。普通の人は小さく始めた方がいいんじゃないのだ。ズンドもその気持ちもよくわかります。でもケーテが言っているのは無謀になれということではないんです。あなたの心が本当に求めている大きなビジョンを諦めるなということなんです。 INFJ は内向的直感によって遠い未来や理想的な世界を思い描く能力に長けています。その壮大なビジョンこそがあなたの人生を導く北極星なんです。現代の心理学でも大きな目標設定が動機と成果に与える影響について多くの研究でその重要性が報告されています。あなたが感じている何か特別なことをしたいという衝動は決して現実逃避ではありません。それはあなたの魂が持つ創造性の表れなんです。ではどうすれば大きな夢を現実に近づけることができるでしょうか？まず誰にも言わなくていいので心の奥底にある本当はこんなことがしたいという夢を改めて思い出してみてください。それは世界をより良い場所にすることかもしれないし芸術作品の創造かもしれないし誰かの人生を変えることかもしれません。そしてその大きな夢から逆算して今日できる小さな一歩を見つけてください。本を書きたいなら今日100文字だけ書く。人を助けたいなら今日1人だけでも声をかけてみる。世界を変えたいなら今日一つだけでも社会問題について調べてみる。大切なのは小さな行動をとりながらも大きなビジョンを忘れないことです。日々の積み重ねがやがて想像もしなかった形で大きな変化を生み出します。私も多くの人の心を救いたいという大きな夢を持ち続けながら毎日少しずつ動画を作り続けることで気づけばこうして多くの人に思いを届けられるようになりました。2つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。あなたの心にある大きな夢こそがあなたの人生を導く北極星。でも大きな夢を追いかける過程で私たちが見落としがちな大切なことがあります。それが3つ目の言葉に隠されているんです。3つ目の想像の言葉です。あなたが持っているものを世界の必要としている。この言葉は19世紀ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの思想に通じるものです。彼が説いた個人の独自性と世界への貢献の調和という概念が現代においてもその重要性を増しています。でも日向さん、僕みたいな普通の人間が世界に必要とされるものなんて持ってるのだ。なんだか大げさな気がするのだ。ズンダもそれこそが多くの INFJ が陥りがちな思い込みなんです。自分には特別な才能なんてないって。でも実は INFJ の皆さんが当たり前だと思っている能力こそが今の世界が最も必要としているものなんです。例えば相手の本当の気持ちを理解する力、物事の本質を見抜く洞察力、長期的な視点で物事を考える能力。私も最初は信じられませんでした。でも先日職場で新しいプロジェクトの会議があった時のことです。みんなが表面的な数字や効率ばかり議論している中で私はでもこれって本当にお客様のためになるんでしょうかと質問したんです。その瞬間会議室が静まり返りました。そして部長がその視点が一番大切だったね、ありがとう木田さんと言ってくれたんです。私にとっては当たり前の疑問だったのにそれが会議の方向性を大きく変えたんです。 INFJ の皆さんは効率や利益だけでは測れない人間的な価値を直感的に理解しています。この複雑で忙しい現代社会だからこそあなたのその感性が必要なんです。あなたが当たり前だと思っていることが実は他の人にとってはとても貴重な視点かもしれません。深く考える習慣、相手の立場に立って物事を見る能力、表面的でない本質的な解決策を見つける力、これら全てが今の世界が求めているものなんです。ではどうすれば自分が持っているものを発見し世界に届けることができるでしょうか？まず周りの人からありがとうと言われた場面を振り返ってみてください。それはあなたが自然に発揮している才能の証拠です。そんな大したことじゃないと思わずにこれが私の強みなのかもしれないと受け入れてみてください。私の場合友人からきなたちゃんと話すと心は整理されるとよく言われます。最初はただ聞いてるだけなのにと思っていましたが今では人の話を深く聞き本質を見つける能力が私の才能の一つだと理解しています。そしてその才能を少しずつ
より多くの人に届ける方法を考えてみてください。職場での提案、友人への助言、SNS での発信、趣味の活動、どんな小さなことでも構いません。なるほどなのだ。僕も友達が悩んでる時に話を聞いてあげるのが得意なのだ。それも才能の一つなのだ。その通りです、ずんだもん。それは素晴らしい才能です。人の心に寄り添う能力は本当に貴重なものなんです。3つ目の言葉から得られる大切なメッセージはこれです。あなたが当たり前だと思っている感性こそが世界の求めている宝物。今日お話しした3つの創造の言葉を振り返ってみましょう。自分自身を深く知る者は真の自由を得る。自分を知る旅こそがあなただけの人生を創造する始まり。人生は短すぎて小さな夢を見ている暇はない。あなたの心にある大きな夢こそがあなたの人生を導く北極星。あなたが持っているものを世界の必要としている。あなたが当たり前だと思っている感性こそが世界の求めている宝物。ひなたさん、この3つの言葉に共通する一番大切なメッセージって何なのだ？素晴らしい質問ですね、ずんだもん。この3つの言葉全てに共通するメッセージは INFJ のあなたが感じている違和感や憧れこそはあなたの人生を導く最も信頼できる羅針盤だということです。自分らしさへの憧れも世界への貢献願望も大きな夢への統計も全てがあなたの魂からの大切なメッセージなんです。それらを現実的じゃないと諦めるのではなく、私の人生の方向性を示すサインとして大切にしてください。今日の3つの言葉の中で最も心に響いたのはどれでしたか？そして今日から始めてみたいと思った小さな一歩は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。同じ INFJ として皆さんが自分らしい人生を創造していく姿を心から応援しています。あなたの存在そのものがこの世界にとってかけがえのない贈り物なんですから。もしこの動画があなたの人生に小さな変化をもたらしたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。そして同じように悩んでいる INFJ の友人がいたらぜひこの動画をシェアしてください。あなたの人生があなたらしい輝きに満ちたものになりますように。また次回お会いしましょう。またなのだ。チャンネル登録を忘れなくなのだ。